チョコを使いました。バレンタインにぴったり紅茶とホワイトチョコのパンに挑戦していきたいと思います。では材料こちらですね。リプトンアールグレー使っていきます。そして本日の日付、なんと2月16日来年のバレンタインに向けて作っていきたいと思います。本日こちらですね、セリア最強マフィン型を使いまして、これで焼けばだいたいうまくいく説検証しながらですね、まず、生地作ってまいりましょう。はい、入れるのを忘れておりましたね。肝心のお紅茶ですね。今日はリプトンアールグレーの方をねちょっとね買ってみました。で一袋そのまんま入れていくと、これでやってみようかなと思います。でね、私ねこの紅茶を入れたパンっていうのにちょっと作るのに抵抗があって、っていうのもね、紅茶の葉っぱをそのまま入れるということは、紅茶の葉っぱをそのまま食べるっていうことでしょごめんなさい、私の中の小泉進次郎が出てきたんだけどそういうことやんね。ちょっとフィリングを作っていきます。っていうことはなんていうかな、やっぱりスーパーのね安いお紅茶じゃダメなのかなっていう思い込みがちょっとあって、葉っぱで売ってるようなね高いお紅茶じゃないとダメなのかなっていう思い込みがあったんだけど、全然いいんだってね。ごめん、ちょっと今さフィリングがあまりにもねっちょりしてて動揺しちゃった。ちょっとねフィリング今日失敗しちゃったね。続けてまいりましょう。そういうね紅茶の葉っぱに対する思い込みがあったんだけど、ティーバッグでね全然大丈夫っていう風に最近知りましたんで、今日はちょっとやってみようかなと思った次第でございますね。それではここまで来ましたが、ちょっとねべっちょりしてましたらサラ粉振りまして、今日はね25×45 センチぐらいですかね。だいたいですけどなんか大きい感じに伸ばしていきます。はい、でここからですね、インスタで見ました先生の可愛い整形に挑戦しようと思っておりましてですね、ちょっと失敗しておりました。べっちょりフィリングを塗りまして三つ折り、そして今日は切り分けて三つ編みしていくっていう作戦でいこうと思います。下のシートもね切れちゃいました。そしてねやっぱりフィリングが緩すぎたっていうのと多すぎたっていうのでね、多すぎた原白もうどうしよう言わずにはいられない。多すぎたね。そして三つ編みですね。ちょっとねべちゃっとしてますが、なんとか頑張ってでね、こっからなんかね巻くっていうか、もうなんか丸くする、なんか団子状にして肩にポンとすればいいということでしたね。いかがでしょうか。そんな感じでとりあえずやってみましたが、ちょっとやっぱ今日ね多かったですね、フィリングがね。分量の書いてるんですけど半分ぐらいでいい感じしました。ということで牛乳塗りましてですね、
焼いていきたいと思います。今日は190度25分ぐらい焼いてみました。さてさて素晴らしい。いいね。三つ編みねちょっとミスってたりとか、今日フィリングも割と大失敗してましたけど、結果オーライでね、なんかちょっとこのカリッとした感じも美味しそうにできたんじゃないでしょうか。とりあえずですね、この一番柔らかそうなやつ、このマフィン型はほんまにスルッと取れるし素晴らしい。そしてこの底の方ね、美味しそうですね。割ってみましょう。今日ね生地もね、この編み込んでるからちょっとほどけにくいけど柔らかい感じにできてますね。つぶつぶ感も紅茶のねいい感じかな。いただきます。お味もバッチリでございます。アールグレーとホワイトチョコの組み合わせ最強っていうのを聞いて今日やってみたけど、やっぱり美味しいね。すごい合いますね。フィリングがね、今日ちょっと多分ね分量の量も多かったし、なんかね薄力粉をね最初から混ぜちゃったんですよ。それもなんかねっちょりしちゃった原因なのかなと思ったりしますが、お味は美味しかったですね。リプトンアールグレー葉っぱの、大きさというか、粒の大きさがすごいちょうどよくて、ジャリジャリした感じが私結構ちょっとね苦手やったりするねんけど、葉っぱの粗さちょうどいい感じですごく良かったですね。そしてね皆さん、セリア最強マフィン型いかがだったでしょうか。これで焼けばだいたいうまくいく説ですね。皆さん来年のバレンタインはぜひ作ってみてはいかがでしょうかというところで、本日ここまでにしたいと思います。ご視聴本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。